fairy tale. It's another night to drink and then forget. Oh no, tomorrow won't wait around forever. Come on, regret will bet another stranger if you find we only have a day tonight. 今日はアストンマーティンバンキッシュ2025年モデルを東京のストリートで走らせています。今朝は気温が 19.5 度で、スポーツカーをね走らせるには最高のコンディションの一日になっています。先日箱根のワインディングでこのバンキッシュをね思いっきり走らせたんですけれど、いやーほんとね全く新しく設計し直されたと言ってもいいくらい大幅な改良を受けた 5.2 リッターの V 型12気筒ツインターボエンジンなんですけれども、このね、最高出力も835馬力、過去最高のパワーを誇っているんですけれども、それより何より最大トルクが1000ニュートンメーターというね、もうトルクの化け物ぐらいの本当にトルクの塊と言っていい、そんなね、エンジン特性なんですけれど、その1000ニュートンメーターをね、2500回転というとても低い回転から発揮するこのエンジンなんですけれど、それにね、強化されたシャシー、全 DBS っていうね、モデルから比べたら 80% もシャシー合成が上がってるそうで、もうガチッとね、全く微動だにしない、そんなとっても高いね、シャシー合成を誇っているこのバンキッシュなんですけれど、実際にね、ワインディング走り始めて、もうその加速力、加速 G がね、こんなに感じた車はないっていうぐらい、もうバックレストにね、背中が押しつぶされる感覚、なかなかね、ロードカーで味わえるもんじゃないんですけど、ワインディングはね、別の動画で撮影してるんで、そちらをご覧いただければ、この新しいバンキッシュがね、とんでもないパフォーマンスを秘めたスーパーカーだっていうことが分かっていただけると思います。ワインディングではね、主にハンドリング、それからパフォーマンス、そういったね、車の評価をさせていただいたんで、今日は東京ストリートで、このスーパーグランツーリズモと言われている、ある意味ね、このバンキッシュの本来のステージであるシティユースから、首都高までね、どんな印象を見せるのか、そういったところをレポートしたいと思います。今、走り始めはデフォルトの GT モード。こちらのね、GT モード意外とね、足回りそんなにやわじゃないんですよね。もう、シャシー合成のね、高さをピシピシと体に感じれるくらいの、そんなね、サスペンションの初期入力が柔らかめではないですね。これはブッシュ類までね、最適化させるように締め上げられてるっていう、そういったね、結果だと思うんですけれど、決してね、硬いというよりは、むしろ合成が高い、しっかり感がある、そんなね、イメージです。この新しいバンキッシュは、フロントアクセルから A ピラーの間のが 80mm ロングホイールベースになって、そしてね、その恩恵でエンジンが完璧なフロントミットに搭載されているんです。そのおかげでコーナーリングに関してはね、ロングホイールベースなんですけれども、とてもね、俊敏なそういったハンドリングを見せてくれました。そのあたりの味付けはもちろんダンパーシステムや、それから高められたシャシー構成も貢献していますから、トータルバランスでものすごくブラッシュアップされた、そういった最新モデルになっています。
完璧なね、フロントミットを実現したことによって、ドライバーの座っている位置が、とてもフロントアクセルから離れているんで、実際こうやってね、運転席にベストポジションを取ってみると、ボンネットの先端は全く見えません。まあそんなこともあってね、少し慣れるまで車両感覚はね、つかみづらいかもしれないですけれど、ミラーを含めた全幅が2メーターオーバーを誇る、まあまあなね、車格を持ったグランドツーリングカーのバンキッシュなんですけれど、いざそれなりのペースで走ってみると、意外とね、そんなに大きさを感じなかったんですね。このあたりはハンドリングの味付けや、それから車のね、ロール剛性の高さ、そういったものも含めてコントロール性が高いんで、実際の大きさよりもね、一回り小さく感じられた、そんな印象だと思います。ですからボンネットがね、とっても大きい、そんなデザインになっていて、リアはね、独特なデザインのね、リアブレードという呼ばれているんですけれど、カーボンのパネルがね、装着されていて、そして新しい衣装のね、テールレンズがとっても高級感、そして独特なね、佇まいを実現していると思います。トランスミッションはね、ZF 製の8速オートマティックギアボックスを採用されていますけれども、こちらをね、トランスアクスル方式で搭載し、そしてリアにはね、EDF も搭載されていて、その恩恵でね、前後重量バランスが51対49というほぼほぼね、理想値を達成しています。メーカー公表値の動力性能が0-100キロ加速 3.3 秒、最高速が345キロっていうね、もうほぼほぼそんなね、とんでもない性能を試すステージはないんですけど、でもワインディングではそのスーパー高性能な一面も垣間見ることができまして、いやー正直あまりにもね、速すぎて過去最速なのかもしれないですね。実際のね、そういった0-100キロ加速ってやはりね、スタートしてからのタイムなんで、まあもっとね、速い車たくさんあると思うんですけれど、実はね、中間加速がこの1000ニュートンメーターというね、とてつもない豊かなトルクのおかげで A 地点から B 地点までの到達速度が速いんですね。ですからまあまあね、ヘビーウェイトと言ってもいい 1.9 トンもあるこのボディをね、軽々と、まあ、体感的にはね 1.5 トンぐらい、そのぐらい軽く感じさせてくれるくらいのとてつもない加速をね、実現しています。ある意味本気で走りたいっていうね、方にとってはもう十分以上満足度を与えてくれる動力性能を誇っているこのバンキッシュは、実はね、グランドツアラーというね、まあまあ長距離を快適に優雅に移動できるグランドツーリングカーという一面があります。そこがね、実際ハイウェイも含めてドライブした印象なんですけれど、まあコンフォート性に関してもね、もちろん静粛性も高いですし、オーディオシステムを楽しめる室内はゴージャスなレザーでしつらえてあって、このインテリアのフィニッシュレベルの高さはまあ世界ナンバーワンと言ってもいいと思います。やはりね、スーパーラグジュアリーを謳っているアストンマーティンのフラッグシップモデルですから、そこは手抜きどころか、一人一人ね、職人の方が手縫いで一脚ずつ丁寧にね、シートもしつらえてある、そんなところもこのバンキッシュの大きな魅力の一つだと僕は考えているんですけれど、やはりね、これだけの価格の車両ですから、性能が素晴らしいっていうね、だけではなくて、そういったクラフトマンシップあふれるね、細かな点の作りの良さ、その作りの良さから
出てくるオーラ、これにね包まれながらドライブするこの上ない幸せと言ったらいいんでしょうか。もう本当にね幸運なオーナーの方は羨ましいですよね。そしてねインテリアには最新のアーキテクチャのインフォテイメントシステムが搭載されてるんですけど、これもバンキッシュ専用デザインになっていて、 DBX707 とバンテージでも経験しましたけど、この素晴らしいね質感のローラーやダイヤル、この物理的なね感触を残してくれたスイッチ類がとても好感が持てるし、操作性の高さもピカイチですね。このインテリアなんですけど、このリアのパノラマガラスルーフ、これがねすっごい実は開放感高くて、もうすでにねこのバンキッシュにはボランテが発表されているんですけど、いやいや全然ねこれだけ大きなねグラスルーフがあれば、今日みたいなねいいお天気の日はオープンカー気分まで味わえちゃう、そんなね特別な室内を演出されています。今オートマティックモードでね時速40キロでゆったりと流している時にはですね、オートマティックは5速ギアを選択されて、エンジン回転数は1100回転ぐらいですかね。今時速50キロでギアは6速を選択されています。これでわずかね1000回転ぐらいからアクセルを5ミリぐらい踏み込んであげただけで、もう必要以上の加速を得られます。このね低回転でのドライバビリティの高さ、そしてトルクの太さがね、こういった街乗りの快適さにももちろん貢献していて、やはりねアクセルをグッと踏み込んであげないと加速していかないとか、それから 5.2 リッターのツインターボエンジンのサウンドやエキゾーストノートがコックピットにはまあまあね入り込んでくるんですけれど、こういったねタウンスピードで走るときにわずかね1000回転ほどのエンジン回転数で十分なね加速を得られる、こういったエンジン特性もエクゾチックスーパー GT セグメントのトップを行くねこのバンキッシュにふさわしいコンフォートな街乗りの印象ですね。このバンキッシュに装着されているタイヤはピレリ製の P0 システムで、このタイヤはねバンキッシュ専用開発されていて、そしてノイズキャンセルシステムを搭載されているそうで、そういったところもねこの静粛性の高さ、実際40キロぐらいで今走っているんですけれど、タイヤのねゴロゴロ感、ゴツゴツ感全く感じないですし、そしてタイヤハウスからのねタイヤの音もコックピットにはほぼ入ってこないんですね。これだけねフロント275リア325というね台形タイヤを履いている割にはとってもコンフォートで静粛性が高いと言えると思います。こうやってねゆったりと街中を流しているだけでも、このスーパーラグジュアリーなね高級なグランドツーリングカーをドライブしている満足度は高いですね。もちろんね外から見たデザインも177そっくりだし、177がねここ近年のモダンアストンマーティンの中では僕は一番かっこいい車だと思っているんですけれど、その177のルックスをね踏襲されているこのバンキッシュ、本当にかっこいいですよね。さあちょっとね首都高に入ってどんなね雰囲気を味わえるのか試してみましょう。走行モードはねデフォルトの GT モードのまま、このままオートマティックモードで走ってみたいと思います。それでは首都高行きます。もうほんとねちっちゃなことなんですけど、今
ちょっと朝日がね眩しいんでサンバイザーを下ろしましたけど、このサンバイザーのねサイズ、角度、この辺りも常に快適にドライブできるようにしっかりと設計されている。そういったね小さなところの積み重ねって実は本当に大切で、今ねメジ段差ゴン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 って音の割にはね体には全然響いてこないですね。さすがこれからねスポーツモードとスポーツプラスモードも一応試してみますけれど、実際に835馬力1000ニュートンのねフルパワーを思いっきり味わうことも可能で、そことねこの時速50キロあたりでコンフォートな乗り心地も実現している、このね相反する性能が両方ともねとっても高い次元で完成されている。そこがねこの新型バンキッシュの一番の売りであると思いますし、このコンフォートな快適な走りから835馬力を放っても全く微動だにしないコントローラブルなねサスペンション、こちらが新しく開発された6アクセス用ディダクション DTX ダンパーの素晴らしさなんですよね。このねピッチング用、それからロール、スリップのデータをクレバーなね電線用システムが予測して常にねドライバーを黒子にアシストしてくれる。そこがねこの一番のこの車の素晴らしさかもしれないですね。ちょっとね前が空いたんで加速してみましょうか。わお、今ね2000回転ぐらいからゆっくりとアクセル踏み込んだだけでとてつもない加速しますね。いやこれが1000ニュートンのね威力です。この辺りのね余裕を持った走りができる、そういったところももちろん性能はスーパーなんですけれど、このコンフォートなね乗り心地と快適な室内空間を感じながらね、この右足のちょっとしたね踏み込みの力で異次元の加速まで得られちゃうっていうね。いやーこんなところもねやはりスーパーラグジュアリーな高級 GT カー乗っているんだっていうことを感じさせてくれます。まあもうねこのデフォルトの GT モードを選択している分には十分以上に快適ですね。これだったらねおそらく4時間5時間連続で運転されてもほとんど疲れないと思います。そのくらい運転が簡単で、それから余計な神経を一切使わせず車がね快適に走ってくれるっていう、ちょっとこんなに安楽でいいのかなっていうぐらいで、いや素晴らしいですね。それではデフォルトの GT モードからスポーツモードに変更して、でねせっかくですからマニュアルモードにシフトも変えて走ってみたいと思います。やっぱりねスポーツモードに変えただけでこの首都高のネジ段差、それなりのね体感が感じれるくらい足回りが締め上げられました。そしてエキゾーストバルブが開いてるんで、まあまあ勇ましいね V12 サウンドもコックピットに入ってきてますけれども、
このスポーツモードは足回りが締め上げられて、それなりの音量のエクソーストノートがコックピットに入ってくるんですけれど、実はねアクセルに関してはそれほどねレスポンシブルではなくて、まあまあ GT モードと同じくらいラフなね操作をしても車が俊敏には動かないような、そんな設定になっているので、こういったね首都高のようなねステージをそれなりのスピードで走らせるには、実はスポーツモードが一番適しているかもしれないですね。やっぱりね3000回転ぐらいからこの V12 の方向を堪能できる、そんな感じですね。まあレブリミット近くのね高回転域になると、この V12 エンジンはとってもいい音してますよね。今ギアボックスは3速でエンジン回転数は3000回転なんですけど、ここからちょっとね前が空いたんでアクセルをフラットアウトで踏んでみましょうか。いきます。わお、凄まじい加速ですね。やはりまあでもね足回りがそれなりに締め上げられたといっても、まあ、適度なロールが伴ってたのがほぼロールしなくなったぐらいなんですけど、でも全然ね乗り心地に関してはまだまだ快適さをちゃんと保たれてますね。むしろね適度に締め上げられていることで安心感が増して、そこそこのペースで走らせてもコントロール性はとっても高いですし、これだったらね安心してそれなりのスピード域も楽しむことができますね。でフロント 410mm、リア 360mm を台形サイズが装着されているカーボンセラミックブレーキなんですけど、このねブレーキもそれなりの高いコーナーリング速度を保ったまま、ちょっとねスピードコントロールしたくてまあまあ強めの制動をかけてあげてもしっかりとね車速を落としてくれて、このねブレーキの性能の高さも本当にワインディングでは武器になりましたね。バンキッシュはねレーシングトラックを走るような車ではないんで、まあ究極のね性能っていう面ではもっと上を行く車はいくらでもあるかもしれないですけれど、でもこういったねグランドツーリングカーで考えたらもうトップオブトップ、エンジンの性能もシャシー剛性の高さもブレーキの性能も本当にトップオブトップ、世界一ですね。スポーツプラスモードに変更してちょっと走ってみましょう。この先ね目地段差が連続するんで、ちょっとね乗り心地がどんな感じか試してみたいと思います。結構段差大きいところでドライバーのねシートにそれなりの突き上げ感を伴ってくるところを今通過してるんですけれども、いや全然コンフォートのままですね。まあワインディングではスピード領域が全く違うんでそう感じたのかもしれないんですけれど、ワインディングでね、まあ、もう少し足が硬く感じたんですね。でもね今時速35キロぐらいでこのね和田町
超えてるんですけれど、このぐらいのねスピード域だといや全然不快じゃないですね。やっぱりこのビルシュタイン製のね DTX ダンパーは車速に応じてももちろん減衰力が可変するんでしょうね。ですからスイッチを入れただけでねただ締め上げられてるっていう、そういった単純なねコントロールではなくて、もう速度域に応じてもダンパーの減衰の圧がきちっとね変わっているんでしょうね。そうでないとねもっとワインディングでは締め上げられている印象でしたから、いやーちょっとびっくりだな。まあワインディングでね締め上げられた印象で言うと、もう首都高あたりはきっとスポーツプラスモードは不快なんだろうなって想像してたんですけれど、全然違いますね。とっても快適そのままですね。まあもちろんねロール量やピッチング量は減っているんで、そういった車の動き自体はね明らかに GT モードとは違いますけれど、でも快適性に関しては快適なままですね。今ゴンゴンってとこういったねこの目地段差なんか結構体にくる段差なんですけどね、いやいや全然そんなね大きな段差を乗り越えてる感じではないですね。今時速60キロでギアボックスは4速なんですけど、回転数はね2300回転くらい、このくらいでもう十分コンフォートな印象ですね。いやちょっとねスポーツプラスなんですけどこんなにね快適に走れちゃうと思いませんでした。インディビデュアルは自分で設定ができるモードなんですけれど、僕はね足回りとそれからエンジン特性をスポーツプラスにして、でステアリングを GT モード、そんなね組み合わせがちょっと一番気に入っていて、やはりねタウンスピードだとそこまでのね俊敏なステアリングレスポンスは必要ないですから、この GT モードぐらいでいいかなっていう。でもね加速減速やそれからエンジンサウンドはねちょっと堪能したいんでスポーツを選択してるんですけれども、いやいやめちゃくちゃ快適ですね。いやこのままねサーキット全開走行できちゃうんじゃないっていう、それほどね高い性能を有しているのが十分ドライバーに伝わってくるんです。これはね専用開発のタイヤの恩恵もとっても大きいと思いますけれど、でもねここまで高められたシャシー構成やそれから賢いサスペンションシステムの恩恵は最新モデルの GT カーでないと味わえない領域なんでしょうね。まあ本当にこのバンキッシュに関しては驚かされまくってます。でこの絶対不正のね8速オートマティックギアボックスですけど、こういったね首都高くらいのステージだったら全然ダブルクラッチじゃなくてもシフトアップダウンに不満は全くないですね。3500回転あたりから5000回転ぐらいまでのねこのモリモリモリっとね来るトルク感を味わいながらリアから聞こえてくるエキゾーストの音を堪能するのは素晴らしいドライビングエクスペリエンスですね。さあ先ほどの目地段差の多いところに戻ってきたんで、今度ねウェットモード、おおさらに快適性を増しましたね。ウェットモード、もちろんそうですよね。一番路面からタイヤが離れちゃいけないそういう状況だと思いますので、今回ねずっと素晴らしいお天気だったんで雨の中を走れていないんですけれど、
まあおそらくとっても乗りやすいんでしょうね。あくまでね長距離も快適に、もうこのバンキッシュはガンガンね毎日乗れるスーパーカーですね。もう実際ね FR スタイリングなんでそんな奇抜なデザインではないんですけれども、道行く人はねみんな振り返ってかっこいいって言ってくんですよね。そりゃそうですよね。このルックス、伝統のカムテールもね本当にアストンマーティンらしいスタイリングで、なおかつとってもね筋肉質なそんなねデザインなんですよね。きっとね新しい007もこのバンキッシュのステアリングを握るでしょうから、ワイルドでアバンギャルドなキャラクターがながらタキシードまで似合ってしまうというね、そんなスーパーラグジュアリーグランドツーリングカー、それがこの新型バンキッシュ、そんな一台だということが確認できました。今回のこの 5.2 リッターの新型の V12 ユニットなんですけれど、アストンマーティンとあと10年をね使い続けたいと、そういったことも提言されているんですけれども、あと10年と言わず20年30年このね素晴らしいユニットをノンハイブリッドのままスポーツカーには残してほしいですね。最後に一発寛容を奏でていきましょう。